こんにちは、オズビーです。今回はポータルを使用して作る砂無限増殖機の作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックやガラスなどは燃えるものを使用しないので、お好みの素材をご使用いただいても大丈夫です。今回は2台分を作成するので、その材料分となっており、増設される方はそれに応じて材料を増やしてください。アイテム数は数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてください。では作り方の方へ移りたいと思います。今回の装置はエンドラを倒した後に出現する、このポータルを使用して作成していきます。またエンドシティ側にあるポータルを利用して、作成しても問題はないのでご自由にどうぞ。こちらがポータルのある位置を示した場所になります。ポータルから1マス離した場所にゲート下の岩盤と、同じ高さになる位置まで足場ブロックを設置。岩盤と足場の間にガラスブロックを設置します。同じ高さの岩盤の各方向に、それぞれブロックを2つずつ設置します。今設置したブロックの間部分を埋めるように、それぞれブロックを設置して敷き詰めていきます。岩盤の箇所以外の今設置したブロックの外周部分にガラスを設置していきます。あと真ん中のこの部分にもガラスを設置します。ゲート横の岩盤の部分にはそれぞれ丸石の壁を設置しておきます。背面のこの部分に仮ブロックを設置します。今設置した仮ブロックの左右の箇所に、それぞれ下向きで粘着ピストンを設置します。仮ブロックは壊しておきましょう。一番上の岩盤の上に仮ブロックを設置します。仮ブロックの前後にそれぞれブロックを設置します。仮ブロックは壊しておきましょう。仮ブロックがあった場所に正面側から、この向きでリピーターを1つ設置。リピーターを1回タップして遅延を入れておきます。正面側のこの岩盤にトーチを1つ設置します。背面のピストンの間にはレッドストーンダストを設置します。正面のこのブロックにレバーを設置して、レバーを下げて点滅を停止させておきます。背面側のゲートの対角線上の角部分に、それぞれ水を流しておきましょう。粘着ピストンの下部分に増殖したい砂などを設置していくのですが、このままコンクリートパウダーを設置すると、水を吸収してコンクリートになってしまいます。それを防止するために水源とピストンの下以外の2箇所にそれぞれ糸を設置しておきましょう。糸を設置しておくことによってパウダーがコンクリートに変化しないまま設置できます。反対側にも同じようにして2箇所に糸を設置しておきます。ただコンクリートパウダーを増殖しない場合は必要ないです。粘着ピストンの下部分にそれぞれ増殖させたいアイテムを設置します。あとは各ブロックと岩盤の上部分にエンダーマンが湧かないようにハーフを設置します。反対側にも同様にハーフブロックを設置します。これでこちらの装置自体は完成となります。あとは正面のレバーを上げて待機するだけで、砂が無限に増殖していってくれます。この紫のレーザーのようなものが出ていれば、問題なく装置は動いてくれています。あとは好きな時間放置しているだけで、設置したアイテムが増殖してくれます。ある程度放置したら一度レバーを下げて、装置を停止させましょう。正面のこの岩盤の下側にトラップドアを設置。一度縦方向にしておきます。トラップドアに近づいて倒すことで体勢が変わり、ゲートに入れるようになりますので入りましょう。すると砂が設置される音が聞こえるので、しっかりと増殖されている証拠です。増殖された一部の砂などはこのようにして、地面に設置される形で増殖しています。この砂のある箇所を合わせた 2×2 の範囲に、ハーフブロックを設置することで設置されません。これで設置されることなく全てアイテム化します。
この下にホッパーなどを設置して回収も良いですが、どの道こちらに移動してきた際には、自分自身で回収してしまうので、そのあたりはお好みで設置してください。帰る方のポータル部分にも先ほどと同じように、足場やガラス、トラップドアを設置しておきます。またこちらの装置ですが2箇所増殖したい、アイテムを設置する場所がありますが、効率面で言うと同じアイテムを増殖させる際は、1台のものと効率はほとんど同じとなっています。ですので砂だけを増殖させたい場合などは、このように2台分作る必要はなく1台でも十分です。2台や3台に増設して作成することで、他のアイテムも一緒に増殖できるという点では、便利な装置にはなっているのですが、同じアイテムを2箇所に設置しても、増える数は1台の時とは効率的に一緒なので、その点はご理解いただきました上でご使用ください。また砂やコンクリートパウダーのみではなく、金床や砂利のようなアイテムも増殖は可能です。では一度手持ちの砂をゼロにした状態で、しばらく動かしてどれくらいの効率かを見てみましょう。レバーを上げて装置を稼働させて、約5分ほど待機してみます。あれから5分ほど経過したので、装置を止めて確認してみましょう。トラップドアで体勢を変えて向こう側に行ってみます。砂も設置されることなく手持ちに全て入りました。5分の稼働で279個の砂が入ったので、単純計算で1時間で3348個になります。これを異なるアイテムで行っていたとしたら、単純に割る2になり1674個ずつ入手できます。放置時間が長ければ長いほど入手できる、アイテム数は変わってきてくれます。いかがでしたでしょうか？今回は放置しているだけで砂などを増殖できる、簡易砂無限増殖機の作り方のご紹介でした。簡単に作れて無限に増殖できるので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。またエンドにも行けていないなどの方には、こちらがおすすめなのでこちらもぜひ参考ください。これならエンドに行く必要もなく、拠点近くにも作れるのでおすすめです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。